ロボットプログラムを読み取る方法を説明します。Python スクリプトを使用して、ロボットプログラムやルーチン内のステートメントを読み取ります。パート1では、メインルーチンのステートメントを読み取ります。Python Robotics 1 Read a Robot Program _パート1 _before.vcmx をダウンロードし、開きます。3D ワールドにロボット、ブロック、パレットが配置されています。シミュレーションを実行すると、ロボットがブロックを持ち上げ、パレットに置きます。パレットに置いたブロックを再度持ち上げ、床にブロックを置きます。ロボットプログラムにループ処理がされているため、同じ動作を2回繰り返した後、シミュレーションが一時停止します。シミュレーションをリセットします。ロボットプログラムを確認します。プログラムタブを開きます。マニピュレーション。ジョグが選択された状態で、ロボットを選択します。プログラムエディターウィンドウのサブプログラムを確認すると、メインルーチンと4つのサブルーチンがあります。ロボットプログラムを読み取る Python スクリプトを作成します。モデリングタブを開きます。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを作成します。3行目以降を削除します。コンプ、イコール、ゲットコンポーネントと記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。ロボットエグゼキューター、イコール、comp.findBehaviors by type と記述し、コンポーネント内の指定したタイプのビヘイビアを取得します。コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビアを確認すると、エグゼキューターがあることがわかります。今回は、ロボットのエグゼキューターを取得するため、VC_ ロボットエグゼキューターと記述します。ロボットエグゼキューターを使用すると、ロボットプログラムの読み出しや書き込み、実行ができます。FindBehavior by type は、対象のビヘイビアをリストとして取得するため、0と記述し、0番目のエグゼキューターのみ取得します。プリントロボットエグゼキューターと記述し、ロボットエグゼキューターを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、ロボットエグゼキューターの情報が表示されています。ロボットエグゼキューターを取得したことが確認できたため、プリント関数を削除します。ロボットプログラム、イコール、ロボットエグゼキューター プログラムと記述し、ロボットプログラムの情報を取得します。プリントロボットプログラムと記述し、ロボットプログラムを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、ロボットプログラムの情報が表示されています。プリント関数を削除します。ロボットプログラムのルーチンを取得します。プログラムタブを開きます。サブプログラムのメインルーチンを取得します。メインルーチン、イコール、ロボットプログラム メインルーチンと記述し、メインルーチンの情報を取得します。プリントメインルーチンと記述し、メインルーチンを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、メインルーチンの情報が表示されています。プリント関数を削除します。ロボットプログラムのサブルーチンを取得します。サブルーチンズ、イコール、ロボットプログラム .routines と記述し、サブルーチンの情報を取得します。プリントサブルーチンズと記述し、サブルーチンを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、サブルーチンの情報が4つ表示されています。サブルーチンは4つあるため、サブルーチンを取得できたことがわかります。プリント関数を削除します。サブプログラムのメインルーチンを選択します。ルーチンプロパティウィンドウを開きます。変数を確認すると、デフォルトでカウントという名称の変数が1つあることがわかります。Python スクリプトで変数の情報を取得します。for、property、in、
メインルーチン .properties と記述し、メインルーチンのプロパティをプロパティという変数に代入します。プリントプロパティ .name と記述し、名称を出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、カウントという名称の変数があることがわかります。変数の情報を取得できたため、for 文の記述を削除します。メインルーチンのステートメントを取得します。ステートメンツイコールメインルーチン ステートメンツと記述し、メインルーチンのステートメントを取得します。プリントステートメンツと記述し、ステートメントを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、2つのステートメントが表示されています。プログラムエディターウィンドウのメインルーチンには7つのステートメントがあるため、すべてのステートメントが取得できていないことがわかります。ロボットプログラムのルーチンにはスコープがあります。スコープとは、プログラムの影響範囲のことです。メインルーチンのスコープは、メイン内の7つのステートメントです。ピックキューブフロムフロアのサブルーチンのスコープは、ピックキューブフロムフロア内の4つのステートメントです。メインルーチンのステートメントを確認すると、while 文の中に5つのステートメントが入っています。ステートメントも独自のスコープを持つことができ、while 文はスコープを持っています。メインルーチン ステートメンツの記述では、アサインカウントとwhileカウントの2つのステートメントが取得でき、while 内のステートメントは取得できていないということがわかります。while 文の中のステートメントを取得します。プリント関数を削除します。for ステートメント in ステートメンツと記述し、メインルーチンのステートメントをステートメントという変数に代入します。if ステートメント .scopes と記述し、メインルーチンにスコープがあるかどうか確認します。プリントステートメント .scopes と記述し、スコープを持つステートメントを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、メインルーチンにスコープが1つあることがわかります。プリント関数を削除します。スコープ内のステートメントを取得します。for スコープ in ステートメント .scopes と記述し、スコープ内のステートメントをスコープという変数に代入します。プリントスコープ .statements と記述し、スコープ内のステートメントを出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、5つのステートメントが表示されています。while 文の中には5つのステートメントがあるため、スコープ内のステートメントを取得できたことがわかります。パート1の説明は以上となりますが、ファイルを保存する場合は、オンラン関数やオンスタート関数を作成し、4行目以下のソースコードを入れてください。関数を使用せずにファイルを保存して再度開くと、コードが実行されますが、コンポーネントのすべての情報を即座に読み取ることができずエラーが発生します。そのため、オンラン関数やオンスタート関数を使用して、ファイルを読み込む際にコードをすぐに実行しないことでエラーを回避できます。一括でインデントを入れるには、インデントを入れたい行を選択し、タブキーを押します。ロボットプログラムのメインルーチンのステートメントを読み取る方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。